みんな、澄んだもんなのだ。今日も元気いっぱいのニュースをお届けするのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、南国の楽園、マレーシアなのだ。みんな、知ってたのだ。実はね、マレーシアにはすっごくびっくりな秘密があるのだ。マレーシアの王様は、なんと選挙で選ばれるのだ。世襲じゃなくて、5年の任期で交代する。世界でもすごく珍しい仕組みらしいのだ。びっくりなのだ。そんなマレーシアの今を伝えるニュースを今日は全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。5州で洪水深刻化、日没で避難者さらに増という、みんなにぜひ知ってほしいちょっと心配なニュースなのだ。マレーシアの各地で洪水がひどくなっていて、多くの人が避難しているのだ。みんなの安全にも関わる大事なニュースだから、ぜひ最後まで見てほしいのだ。もしよかったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、みんな、今日も一緒にマレーシアのニュースを見ていくのだ。今日は、東南アジアに輝く魅力的な国、マレーシアについてお話しするのだ。東南アジアのほぼ中央に位置し、マレー半島とボルネオ島の一部からなるのだ。きらびやかな首都クアラルンプールは、近代都市の顔を持つ中心地なのだよ。かつては英国の植民地時代を経て独立。現在は立憲君主制を採用する連邦国家なのだ。マレー系、中華系、インド系など多様な民族が共存しているのが特徴なのだ。人口は約3300万人。この多民族性が独自の豊かな文化や伝統を育んでいるのだ。主要産業はパーム油や天然モムなどの農業、そして石油、天然ガスの資源産業が盛んなのだ。近年はエレクトロニクス製品の製造や多様な観光資源を生かした観光業も大きく成長しているのだよ。食文化も非常に豊かで、多民族の味が融合した絶品料理が楽しめるのだ。近年は環境への配慮や持続可能な発展、デジタル経済への移行にも力を入れているのだよ。豊かな自然と多様な文化、そして成長し続ける経済が魅力のマレーシア。ぜひ一度、その多様性を肌で感じてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。洪水、アンワル首相、国内状況を注視。マレーシア国民に警戒呼びかけ、という記事なのだ。マレーシアのアンワル首相は、ケニアへの公式訪問中も、国内の深刻な洪水状況を注意深く見守っているのだ。この洪水は現在、7つの州で1万5,000人以上の人々に影響を及ぼしているのだ。国家災害管理局、などと関連機関は、被災地で取り残された人々の救助や、被災者への迅速な支援物資提供のために総動員されているのだ。特に被害が大きかったクランタン州には、特別マレーシア捜索救助隊、スマートが派遣され、他の被災州への移動も待機しているのだ。政府はまた、スクワット、イフサン、マダニをすべての被災地に送り込み、約100カ所の臨時避難所で洪水被害者の生活支援を言っているのだ。アンワル首相は、危険地域に住む住民たちに、引き続き警戒を怠らず、当局の指示に必ず従うよう呼びかけているのだ。特に避難要請があった場合は、家族の安全を最優先に行動してほしいと強調しているのだ。首相は、この困難な時期に、すべての洪水被災者が強さと回復力を持ち、安全でいられますようにと心から祈っているのだ。二つ目のニュースなのだ。5州で洪水深刻化、日没で避難者さらに増、という記事なのだ。みんな、大変なニュースなのだ。11月24日の月曜日、午後4時時点のマレーシアでは、5つの州で洪水がひどくなって、避難してる人がさらに増えちゃったのだ。特にケランタン州が一番深刻で、なんと9634人もの人が38カ所の避難所にいるのだ。大事な川の水位も、警戒レベルを 0.5 メートル以上も超えちゃってるから、本当に心配なのだ。ペナン州では404人が、テラ州では1415人が避難してるのだ。テラ州は新たにヒリル、テラ地区も被害に遭って、
避難所が20カ所も開かれたのだ。セランボール州でも327人が、そしてクダ州でもクルム地区に加えてクバン、カス地区が新しく被害を受けているのだ。クダ州では3つの川がもう危険な水位を超えてるから、すごく心配なのだ。良いニュースとしては、テレガンヌ州だけは避難してる人が205人に減ったのだ。でも、他の州ではまだまだ状況が悪化してるから、みんなも引き続き安全に気をつけてほしいのだ。早くみんなが安心して過ごせるようになるといいのだ。3つ目のニュースなのだ。洪水。クダ州で SPM 受験者53人がこれまでに影響という記事なのだ。みんな、大変なニュースがあるのだ。ケダ州で発生した洪水の影響で SPM、マレーシアの統一試験の受験生53人が大変な状況なのだ。これは月曜日、11月24日午後2時半時点での情報なのだ。ケダ州の教育当局が発表した情報によると、クリム、バンダルバハル地区では8人、クバンパス地区では41人、パダンテラップ地区では4人の受験生が影響を受けているのだ。具体的には、クリム、バンダルバハルの8人のうち、5人は学校の寄宿舎へ、3人は親戚の家へ避難したのだ。クバンパスの41人は、26人がすでに学校の寄宿舎に滞在していて、残り15人も安全な場所へ移送されている途中なのだ。パダンテラップの4人は、全員が別の寄宿舎に避難済みだというのだ。教育当局は、影響を受けた受験生のために、様々な対策を講じているのだ。受験生は学校の寄宿舎に滞在させて、もしその学校に寄宿舎がない場合は、近くの寄宿舎付きの学校に収容するのだ。さらに、試験会場がもし洪水で使えなくなってしまったら、別の寄宿舎がある学校に試験会場を移し、そこで試験を受けられるように手配するのだ。受験生が安心して試験に臨めるよう、全力でサポートしているのだ。今日はマレーシアの多様な魅力と困難に直面している現状を知ったのだ。洪水で多くの方が影響を受けているけれど、首相の呼びかけや関係機関の支援、そして受験生への配慮も進められているのだ。被災された方々が一日も早く安全を取り戻し、マレーシアの明るい未来が待っていることを願うのだ。また会うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。